頑張んなさい、頑張んなさいよシェフィー。耐えて、私耐えるのよ。お待たせいたしました皆様。朝ごはんのご用意ができましたよ。照り焼きグリフォンのサンドイッチ、卵サラダ、野菜スープ、デザートはジオテオゴニアのジェラートでございます。たくさんありますのでゆっくりとお召し上がりください。さあシェフィー様、あーんしてくださいませ。シェフィー。キャル、タイムは1分半くらいかしらね。ハム、だいぶ成長しましたねシェフィーちゃん。最初は秒でバブってたもんね。マジで美味しいわこのサンドイッチ。サラダもスープも絶品です。やっぱりコッコロちゃんのお料理は落ち着きますね。家庭の味ってやつです。もぐもぐ。ありがとうございます。ペコリーヌ様が元気よく召し上がっているのを見ると安心いたしますね。ですが申し訳ありませんシェフィー様。リトルガイダンスの姿がこのような弊害を引き起こすとは。コッコロさんが悪いんじゃないわ。私のアバターがそういう風になっちゃってるんだもの。これもどうしてなんでしょうね。大人モードのコッコロちゃんが近くにいると必ずシェフィーちゃんが赤ちゃんモードになっちゃうなんて確かに謎よね。コロスケのママっぷりがすごすぎるからとか。私も気を抜くと甘えたくなりそうだし。そういえば出会った頃のシェフィーちゃんはコッコロちゃんに育てられてましたもんね。もしかして大人コッコロちゃんがママすぎて当時を思い出しちゃって赤ちゃん返りしちゃうとか。冷静に分析しないで。恥ずかしくなってきちゃうから。まあまあシェフィーちゃん落ち着いてください。ほらはんおいち。でも一応少しずつだけど我慢できる時間が長くなってるし、このままなんとか耐えられるようになってみせるわ。でないとコッコロさんが本気を出すたびに赤ちゃんになっちゃうんじゃ、みんなの戦いについていけなくなっちゃうもの。さあね、厳しいようだけど戦闘中にバブったらかばえないかもだし。私が必ずお守りしますと言いたいところなのですが、お父様から授けていただいた権能をまだ従前に使いこなせているというわけではありませんので。私もランドソル万博で皆さんに助けてもらって、それからメリッサさんとの戦いを経てパワーアップできました。けどビジョンズエンプレス、キャルと誉さんも一緒に話をしてきたけれど、とてつもないのは肌で感じたわ。お茶会じゃなかったら殺されてたでしょうね。クリスティーナ様やネネカ様、そしてもちろんカイザーインサイト、これまでに
何人ものセブンクラウンズの方々と矛を交えてきましたが、むしろあっちを乗っ取るのがメインって感じだったわね。デタラメさじゃ他の連中以上かもしれないわ。嘘か本当か宇宙人らしいし。本当にデタラメな人よね。ゲートをあっさり作ったり、あなたを無理やり現実に連れ去ったり。まああれは今はもうできないって言ってたけど。まさか主様をプリンセスナイトにしようとは、とてつもない不届きな野望でございます。私決して許せません。あれ？でもコッコロちゃん、長老さんのセブンクラウンズパワーをもらったんですよね。それならそれならコッコロさんもプリンセスナイトを持てるの？ネネカさんにとってのマサキさんみたいな。それは確かに。では主様が私のプリンセスナイトとなる可能性も。我がプリンセスナイトよ、今日は少々歩き疲れてしまいました。足のマッサージをお願いできますか？大変お上手ですね。こわばりがほぐれていくのを感じます。では次は耳かきをしてくださいませ。はい、あなたのお膝の感触、とても頼もしいです。このように甘えてしまうのは恐れ多くも思うのですが、咎められることではありませんよね。あなたは私だけのナイトなのですから。ではこの後はこちらのブラシで歯磨きをお願いいたします。ママ、どうしたの？申し訳ありません。その新たな力をまだコントロールしきれていない模様で。コッコロちゃん、心の声がちょっと漏れちゃってましたよ。今回だけは聞かなかったことにしてあげるわ。そもそも主様は現在ラビリスタ様のプリンセスナイトでございます。プリンセスナイトを助君していただく方法も判明しておりませんし。プリンセスナイトって言えば、ビジョンズエンプレスが厄介なのは力だけじゃなくてプリンセスナイトが3人もいるってところもよね。そうね。色欲の王家の装備を持ってるアルシャトはあのネフィーネラを弱らせるようなやつだし。リーザ様はビジョンズエンプレスの側につき強欲の装備を手にしたそうですが、一体どのような事情があったのでしょうか。どうだかね。てか私あいつに呪い殺されそうになったし、バイオレットやグレイスも成仏させられそうになったらしいし。そうだわ、あいつの犬を人質じゃなくて犬質にしてやろうかしら。おにぎりと一緒に救護員に預かってもらってるはずよね。キャルちゃん、いけませんよキャル様。クー様にはワンワンの主様も仲良くしていただいております。早く事態を解決しお迎えに行かなくてはなりません。わかってるわよ。ちょっと行ってみただけじゃない。
そうですね。コッコロちゃんの言う通り、早く何とかしなくちゃいけません。ビジョンズエンプレスが準備っていうのを終えるよりも早く。ええ、一刻も早く克服しなくちゃ。てかそうね、向こうが攻めてくるってんのに指くわえて待っててやる義理はないわよね。ライラエルたちもそのつもりで仕掛ける気らしいし。はい。そしてフレイヤさんのことも。ああ、マイクテスト、マイクテスト。失礼、プティ・ディジュネの最中だったかな。邪魔をするつもりはなかったのだが。あなたは。ああ、こうして直接挨拶をさせていただくのは初めてだったね。私はギルド・ウォーロックのグルー。いや、ここは国際警察の上級捜査官といった方が馴染みがいいかもしれないだろうか。国際警察。グルーヌイ思い出したわ。あんたね、トゥインクルウィッシュにボコられたエセ忍者って。ウェイシャト、この場で私の自慢の忍法を披露させていただくのもやぶさかではないですが、本日の私はただの交換手なので。局長、通信魔法無事につながりましたよ。ご苦労、グルーヌイ。通信魔法か。大行な。ただの音声チャットだろうに。モサクジアキラのプリンセスナイトか。国用級では世話になったな。ヤトガミさん、ご無沙汰しています。こっちでは初めましてですけど。プリンセス・ユースティア。あの時は残念ながら袖にされてしまいましたが、改めてそちらと交渉をさせていただきたい。シェット・ロランド。では、アンコール。再調整したスーツの具合は悪くないようだね、ロランド捜査官。万全です。いえ、スーツの出力をもっと上げてもらえませんか。魔物を倒す経験でのレベルアップがもうかなりゆっくりになっちまってる。セブンクラウンズどもを逮捕するにはこのままじゃ足りんと思うんです。バカを言うものではないよ、ロランド。現状のスペックですら危険水域スレスレ。いいな。常人ならばたちまち発狂しているストレスのはずだ。ですが、アズオールド上級捜査官のお子さんや俺の半分くらいの子供たちが命がけで戦ってるってのに、俺はロランド捜査官、上辺の強さを求める前に心を静めろ。さもなくば肝心なところで爪を誤る羽目になるぞ。いやはや、
にしても局長、ますます技に磨きがかかりましたな。ああ、だがロランドの言うことも一理ある。レジェンド・オブ・アストルムが剣や拳のみで全てを決める世界ならばよかろうが、そうもいかんのだからな。それらは所詮ゲームシステムで規定されたルールの範疇に過ぎ。だがセブンクラウンズたちは当然の顔でそのルールを逸脱する。ならばこちらも切り札を。フレイヤ、随分と遅かったのではないかね。招集をかけたのは明け方だったというのに。申し訳ありません。どうした？顔色が優れないようだ。体調は問題ありません。それよりもグルーヌイ上級捜査官から伺いました。この後ユースティアナ一派と交渉をするそうですね。ああ、そうだ。差し当たっての課題は先日ダイブしてきた最後のセブンクラウンズへの対処だからな。ビジョンズエンプレス、セブンクラウンズってだけでも逮捕するには十分な理由だってのに、あっちじゃ M4 粒子なんてもんをまき散らしやがって。しかも UNF のラポールによれば、ビジョンズエンプレスは軍用兵器を用いても処刑不可能なほどの非常に強力なサイキッカーであるとのこと。となれば奴が VR 側にいるうちに我々で対処を試みる。現実側で逮捕するのとどちらが難しいかわからないが、あっちで身柄を抑えられりゃ話は早いんすけどね。相手だってそれくらいわきまえてるだろうし、しかも超能力なんて。だが現実では特別な力のないものでも VR では超能力を再現したかのような力を使えるわけだからね。この機を逃す手はないというわけだ。本来であれば人海戦術で戦力を補うのがセオリーだが、我々は貨幣、現実への帰還の確約ができないためにウォーロックの職員をこれ以上連れてこれなかったからな。腹立たしいことに千里マナによるハッキングで組織が荒らされてしまったこともあるし、そこで現地調達で何とかしようというわけだね。それでユースティアナ一派と手を組むと。アストライア王家に恨みを持つお前としては複雑だろうが、任務と割り切る。優先順位をつけろ。任務ならば市場を挟むつもりはありません。よろしい。ではフレイヤ、君にはご詰めを頼みたい。交渉が決裂した時のためにね。了解。局長、フェイスレス、フレイヤのやつ様子がおかしくないですか？普段は冷静沈着なのに、今日のあいつはかなりメンタルが乱れてるように見えて。フェイスレスには特別な任務を頼んでいる。そのために負担をかけていることもあるだろう。だが心配か、ロランド。そりゃ才能があると言ってもあいつはまだ若いですし、詳しくは知りませんが孤児だったんでしょ。俺が言うのもなんですが。まったくいつもながら甘いね君は。女性や子供だからといって必ずしも守ってやったり支えがいるというものではあるまい。
現代においてはむしろ差別と思われるかもしれないよ。特にこの電脳の世界ではな。肉体的な性能差など簡単にひっくり返すことができるのだから。ですが、お二人はご存知の通り、俺も普通の生まれじゃない改造された人間ってやつです。国連のラボで生まれて特殊部隊の訓練を受けて任務を与えられてそれをこなして、けどなぜ何のために生きるかは誰も教えてくれなかった。教えてくれたのはアゾールド上級捜査官でした。弱い者たちの助けになると、幼い者たちを守ると、それがこの図体の使い道だと。だから俺は。それがお前の正義というわけだな、ロランド捜査官。女子供であっても罪を犯す者はいるということは忘れないでもらいたいところだが。おっと、局長、そろそろ美食殿との待ち合わせの時間では。ああ、ロランド、交渉次第では王女たちとの戦闘もあり得る。その際に背中を心配するようなことはあってほしくないものだが。うっす。心配はいりませんよ、局長。ご存知の通り、彼は私と違って真面目な人物です。あんなにも素晴らしい正義を掲げるほどにね。そう、私のようにひねくれた人間にしてみればヘドが出そうなほどの愚かしい正義だがね。B ちゃん、お疲れ様でした。元気なお子さん生まれちゃいましたね。訂正を求めます、アルシャト。エルピス島の底の隠しフォルダからサルベージしただけですよ。それに元気になるのはこれから。あら、どうかしましたか、リーザ。あなたには彼のリザレクトをお願いしていたはずですが。それはさっき終わったわ。でも魂からのリザレクトなんて初めて扱ったし、そもそも彼かなり特殊な状態だったから元通りにできた自信はあまりないわね。それは後で確認してもらうとして。フレイヤを探していてね。見ていないかしら。まあ、リーザちゃんたら愛するフレイヤちゃんがいなくて寂し泣きしちゃってるんですか？それじゃあ代わりに私が寝てあげますから。そんなのじゃないけれど、彼女ずいぶん取り乱していたと思ったら、それから姿を消して戻ってこないものだから、少し心配になってね。優しいのですね、リーザ。仲間意識を持つのは良いことです。角突き合わせ傷つき合うよりはね。まあ、女の子同士で角を？優しいとかじゃないけれど、心配したりはしないわけね。アルシャトも事情は知っているはずだけど。それにねえ、さっきから気になってるんだけど、ビジョンズエンプレス、あなたが持ってるそれは卵なのかしら。
普通のものじゃなさそうだけど。ええ、これは B ちゃんの産んだ卵ですよ。腹を痛めたわけではありませんが、これはかつての私が夜なべして作成したプログラム。そしてジョーカーです。と言ってもアンジップさせカードとして扱うには、これからたくさん餌をリソースを与えなくてはいけませんが。卵なのに餌を食べちゃうなんて B ちゃんに似て欲しがりさんなんだから。卵の餌？それって一体。もちろん B ちゃんのミルク。いいえ、リソースは離乳食のように細かく砕いたこの世界です。いやあ、ヤーショ君、ご足労いただき恐悦至極。ずいぶん寂しいとこに呼び出してくれたじゃない。闇討ちでもしようっての。ジオニブルヘル、黒曜宮での対決には参加できませんでしたが、今回は全力で主様たちを補佐し抵抗させていただきますよ。呼び出した時も話した通り、我々に戦う意思はない。こちらでのお前たちが一筋縄ではいかないことは十分に味わったからな。黒曜宮で私が戦ったのはそこの鎧の人だったけど、メアさんに助けてもらってなんとか撤退させるのが精一杯だったし、こっちとしてもできればもう戦いたくないわ。俺もだ。こんな場所で敵だった私たちと話し合いがしたいだなんて、よっぽど大事なご用事なんですよね。警戒する気持ちはよくわかるとも。だが通信魔法というのは傍聴手段がないわけではないからね。優れたハッキング能力を持つものであれば。誰かに聞かれたくない大事な話ってことね。それって単刀直入に我々と手を組まないかという提案だ。ユースティアナ元王女にはかつて似たような提案をして断られたが、あの時はこちらの優位を傘にかけた条件だったが、今回は最大限譲歩させてもらいたい。病院で捕まっちゃった時は確かセブンクラウンズの皆さんを捕まえるための協力をしろって提案でしたっけ。その代わり現実での安全を確保してくれるって話でしたけど。あの後のお前たちの逃走での器物損壊や公務執行妨害も不問にしよう。もちろんセブンクラウンズをおびき寄せるための餌にもしない。そんな条件だったら絶対飲めるわけねえっての。はい、お父様のご負担になるようなことはしたくありません。そもそも私じゃ陛下をおびき寄せる餌にはならないと思うけどね。それじゃあどうして手を組みたがるのかしら。あなたたちが何もしなければ私たちも何もしないけど。それはもちろんビジョンズエンプレスに対抗するためだ。
もあなたたちってビジョンズエンプレスと。ああ、かつて国連とビジョンズエンプレスは協力体制にあった。何よ今さら。ウィズダムってのは国連所属の組織で、セブンクラウンズはウィズダムのトップだったんでしょ。正確に言うならば、セブンクラウンズが結成される前、レジェンド・オブ・アストルムの本格的な開発が始まるよりもさらに前からの関係だね。ついでに言うならば、私が就職する前の話でもある。当時 ICPO でも秘匿された問題があった。アンエクスキューテッド、超常的な現象のため処刑も幽閉もできない人間への対処だ。超常的な現象、無意味様や美空様のような。無意味、その上無意味か。当たらずとも遠からずだな。噂によれば、レジェンド・オブ・アストルムの開発目的の一つには、その上無意味上の超能力のシミュレートがあったそうだが、バーチャル空間へのソウルコンバージョンはその以前から研究されていたとのことだね。それってもしかしなくても耳のことよね。初期段階では M2 コンバーターと呼ばれていたが、10年近く前、その根幹技術を作り上げたのは夏目ソラシ、そして嘱託職員であるビジョンズエラーという人物だった。それがビジョンズエンプレスのかつてのハンドルネーム。正体不明だが、当時からその手腕はウィザード級のホワイトハッカーであり、構築中の仮想空間を檻代わりとしたのも彼女だった。そっか、檻っていや、ミネルヴァの懲役の原因を作ったのもビジョンズエンプレスなんだったわね。ラビリスタが仕掛けていたセーフティーってのを壊して。ビジョンズエンプレスの今の狙いは、現実にいる人たちの大半をレジェンド・オブ・アストルムの中に強制ダイブさせることだったわよね。もちろんログアウトなんてできない状態で。っていうことはプレイヤーを、私たちをレジェンド・オブ・アストルムに閉じ込める計画はずっと前から準備されてた。奴の計画、そして奴が地球外生命体であること、しかも単身で人類を滅ぼすような侵略者だということ、それらが判明した以上、いつまでも手を結んでいるわけにもいか。ああ、もちろん我々とて全面的にあちらを信頼していたわけではないよ。これまでも内通者を送るなどはしていたのだが。それってまさかフェイスレスですか？おっと、勘がいいなロランド。だがこういう時はお口にチャックをしておいた方がベターだぞ。じーっとね。そっちの事情は知らないけれど、とりあえず交渉がしたいっていうのは分かったわ。でもそっちの鎧の人、ロランドさんでしたっけ？兜のせいで気づけませんでしたけど、あなたとは現実でも何度かお会いしましたよね。ああ、何度も逃がしちまったな。それにジオニブルヘルの虚芸場でも、あの時あなたはフレイヤさんをこう呼んでいましたね。大丈夫かフェイスレス？キャルちゃんとシェフィーちゃんからビジョンズエンプレスと
フレイヤさんとお茶会した時のことをいろいろ聞かせてもらって、アストライア王国で行われたことも。フレイヤさんはどこですか？交渉の前にできれば話をさせてもらいたいです。その話とやらは内容次第だな。フレイヤさん。おやフェイスレス、困るね。君にはゴ詰めを頼んでいたはずじゃないか。私にどうしても話があるそうなので、なら済ませてしまった方が早いかと。あらあんた、今日はその格好なの？ビジョンズエンプレス様にもらった王家の装備はどうしたのかしら？フェイスレスが王家の装備を。ローランド G だ。フレイヤさん、私はあなたに謝らなくちゃいけません。知らなかったとはいえ、あなたが私の国の犠牲者だったなんて。私も前にカイザーインサイトに大事なものを奪われました。それに現実でもリピセルさんに。だから気持ちはとてもよくわかります。ごめんなさい、フレイヤさん。お前の謝罪などに何の意味も効力もない。お前が何を言おうと一切関係なく、私は自分のなすべきことをなす。それだけだ。フレイヤさん。話は済んだか。残念ながら元王女の希望通りにはならなかったのだ。ちょっと待って、フレイヤ、あなたビジョンズエンプレスのところでスパイしてるらしいけど。この間のお茶会じゃ王家の装備以外にも報酬ってのを約束されて尻尾ブンブン振ってたわよね。あれも演技だって言い張るわけ？てかその前じゃレディー・アラクネに仕えてたし。マクの使い、国際警察のエージェント、革命家、そしてプリンセスナイト、数々の立場をお持ちのようですが、一体どちらがあなたの本当の顔なのですか？私には本当の顔などない。この顔ですら誰かの写しに過ぎないのだから。フェイスレス。だがユースティアナ、お前たちがこれ以上邪魔をしないというのなら若いよ、考えなくはない。本当ですか？ああ、お前の国が私の人生を奪ったように、私もまたお前の国を奪った。その分まあ、あちらの旧アストライア王国を落としたのはフェイスレスの復讐というより我々のミッションでもあったのだがね。アストライア王国にはウィズダムの開発研究所があり、レジェンド・オブ・アストルムのメインサーバーがあったはず。まさかアイテールモジュール、メインサーバーに付設されていたデバイスが我々の目的だった。君のご尊父グレートガイダンスのおかげで
空振りに終わってしまったが、ならあんたたちに協力したらあっちのペコリーヌの国を返してくれるとか。それはもし返してくれるならそうしてほしいですけど。手間ではあるが条件としては飲めなくはない。人類の危機を救う対価と考えれば国の一つくらいは。大きな装備いる。フェイスレス貴様。おやおや、仲間割れというよりはフレイヤの真の顔がどちらなのかが判明したといったところでしょうか。ユースティアナ、お前がアストライア王国の返還を望むなら返す。お前たちが奪ったもの。いや、そもそもお前の命や国くらいではとても釣り合わない。私の人生、そして私の姉妹の命を取り返すには。ちょっと待ちなさいよ。あんたらが作られた時にはペコリーヌは生まれてもないでしょ。そんなの逆恨みってもんでしょうが。黙れ。アストライアの罪であることに変わりはない。キャラちゃん危ない。アストライア、その力でお前はまた奪うのか。私の矜持を、私の願いを。こいつ怒りすぎて頭おかしくなってんじゃないの。戦いは避けられないようですね。みんなここは私に任せてください。みんなはあのドラゴンたちをお願いします。分かったわ。気をつけてペコリーヌさん。許さない、許さない。お前はお前だけだ。私たちから奪うだけ奪っておいて。私はもう誰からも奪ったりしません。すごい、この人。一時休戦いいわね。あさすがだねロランド。上級捜査官どこに。いや
これほど負荷をかけても膝すらつかないか。素晴らしい。だがそろそろゲームチェンジの時間だよ、ロランド捜査官。